おかげ参りの寄り道ルート。前回は蓬莱寺道を走りました。今回はその続きである秋葉街道を走ります。ゴールはもちろん秋葉山本宮、秋葉神社です。おはようございます。私は今、愛知県新城市大野にある菅原神社に来ています。宿場町であった大野の鬼門にあたる場所で天神山とも呼ばれています。まずは191段の階段を下っていきます。今日走る秋葉街道は車で通れない場所がいくつかあるため、今回もかなり歩くことになりそうです。なのでこの程度の階段は序の口です。問題は車を迂回しなければいけないルートがかなりあるため、今日中にゴールできるかどうかです。最近の動画はスタート地点が家から遠く、高速料金もかさむため、また来るのだけは避けたいです。まずは国道151号に出ます。蓬莱寺から下ってきた道はこの右から合流します。秋葉街道の宿場町である大野の集落を南に走ります。大野は以前に走った別所街道と秋葉街道が交差する交通の要衝でした。ここから東に進路を変え、坂を登っていきます。今日走る道は西の蓬莱寺と東の秋葉神社を結ぶ道です。なので秋葉神社に向かうときは秋葉街道や秋葉道と呼ばれますが、蓬莱寺に向かうときには蓬莱寺道と呼ばれる場合もあります。また秋葉街道と呼ばれる道は一つではなく、信州方面や浜松掛川方面から秋葉神社へ向かう道はいずれも秋葉街道と呼ばれます。ここ睦平からは又手川沿いの県道505号とその脇道を走ります。細川の集落に入ります。一旦県道505号を走りますが、またすぐに脇道に戻ります。今日走る秋葉街道は今まで走ってきた街道のように明確なルートが決まっていません。というよりも時代とともにルートが変遷しているため、これといった一本のルートに特定することができません。なので今回はいろいろなサイトを見比べた結果、現在通れるルートでなるべく古い道を優先的に選択しています。ここからは正面に続く道が旧街道となるため、次の集落である須山まで徒歩となります。昭和40年代頃まではこちらの道が主要道路であり、車も走っていたようなので道幅もあり歩きやすいです。分岐を山の方へと登っていきます。実は先月腰を痛めてしまいましてね。だいぶ良くはなったのですが、念のため腰にはバンテリンサポーターを巻いて歩いています。この分岐も右です。本来の旧街道はここから旧車道を外れ、この左上に続くのですが、入り口が分からずに通り過ぎてしまいました。結構登ってから引き返してきました。この辺りは旧街道は一部喪失しているようで、ほぼ道の手をなしていません。なんとか上に這い上がります。旧街
道らしき道がありました。石積みがいかにも旧街道らしさを醸し出しています。つづら折りの坂道を登っていきます。この坂道は須山坂とも呼ばれる秋葉街道の難所の一つです。ジブリ作品「もののけ姫」で使われている森の音はここ須山で録音されたものだそうです。何でも効果音スタッフだった方が須山に住んでいたことがあるそうで、それが縁でこの地を選んだようです。確かに今私の耳に聞こえている音は鳥の鳴き声とキツツキが木をつっつく音くらいでとても静かです。道が崩落し、木の根っこが丸出しです。なんとか言わず台に進みます。最初に歩いていた旧車道に合流しました。上には馬頭観音像があります。ここから少し旧車道を歩いた後、旧街道は右上に続きます。行っては見たのですが、かなり荒れ放題で、どれが道なのかわからなくなっていました。なのでここからは、反対側の須山の集落まで、県道505号で迂回します。車の映像に戻ります。宿場町であった須山の集落を走ります。ここから県道505号に戻り、東に進みます。三遠南信自動車道のトンネルの上を通ります。県道505号を外れます。一色六田沢で国道505号に戻ります。先ほどから頻繁に千葉地捕獲現金の看板を見かけますが、どうやらこの辺りにも昆虫食の文化があるようです。山間部では貴重なタンパク源でしたが、今では取る人も少なくなり、買うと結構いい値段がします。そういえば一時期やたらテレビで昆虫食を推していましたが、最近全く見なくなりましたね。ここから静岡県浜松市に入ります。旧国名も三河から遠江となり、道も静岡県道298号となります。突如視界が開け、ポツンと一軒家に出てきそうな集落を走ります。現在の住所は浜名区稲佐町です。ここから県道を外れ、大平方面に下っていきます。道幅ギリッギリです。さらに逆行でたまに視力が奪われます。ガードレールもないのでハンドル操作を誤ればアウトです。対向車が来ないことを願いながら急坂を下っていきます。なんとか大平の集落に出ました。集落といっても今は 2,3 軒しか民家はありません。道がさらに細く、坂はさらに急になります。実はこの道、事前にルートを調べている際に通るか迂回するか非常に迷いました。 Google ストリートビューも途絶えていたので、結局現地に行って通れそうなら通ることにしました。3倍速で再生していますが、実際はそろりそろりと下っています。
とか幅の広い道まで降りてこられました。川浦川沿いに北上します。秋葉街道の宿場であったカウレの集落に入ります。最盛期には数千人の旅人が往来し、旅籠が軒を連ね、かなり賑わった宿場のようです。旧街道はこの右となり、また徒歩となります。右には川浦不動滝が流れています。この辺りの道は国土地理院の地図にも載っていなかったので、とりあえず進める道を行きます。歩き出して約1分、ルートを見失いました。おそらく右の沢沿いを登っていけるはずですが、まともに通れそうな道が見つからなかったため、林道まで迂回します。おそらくここに通じているものと思われます。林道柿畑線を歩きます。林道の入り口で4、5頭の鹿の群れを見ました。出会ったのが熊ではなく鹿でよかったです。林道を北に外れます。この先、次の集落である神沢までの道は通じてはいますが、通行していいのかが不明です。なのでここからは県道298号と県道47号で渋川方面に迂回します。おそらくは西神沢のここに通じているものと思われます。いやー、迂回路もなかなかえげつなかったです。言っても県道なので油断していましたが、道幅も狭く延々と蛇行していました。初めて自分の運転で車酔いしたかもしれません。現在すでに浜松市天竜区に入っています。浜松市は全国の市町村で2番目の広さですが、その約6割をここ天竜区が占めます。しかし天竜区の人口は市全体の 3% ほどであり、人口密度はスカスカです。県道9号に出て北上します。右には天竜川の支流、西愛宕川が流れています。秋葉街道の宿場である群馬の集落に入ります。公式な読み方は熊ですが、群馬の方が通りがいいです。群馬、もう絶対にやつが出る地名です。本来のルートはこの右ですが、もう1時近いのでランチ休憩とします。道の駅群馬で一休みです。坂道ばかりで疲れました。昼食に鹿肉カレーを食べました。先ほど野生の可愛い鹿のファミリーを見たばかりで何とも言えない気分ですが、この辺りでは多分害獣なのでしょう。美味しくいただきました。徒歩で本来のルートに戻ります。この先のルートはゴールの秋葉神社まで、基本的に東海自然歩道秋葉山コースに沿って進むことになります。これまでの今では誰も通っていない山道とは違い、ルートの保証がされているので安心できます。車の通れる道に出ました。車の映像に戻り、北東に向かって山道を登ります。ここ群馬あたりについて、なぜか Google マップがかなり適当で、一部載っていない道もあります。峰の集落に入ります。
のルートはこの左の坂を登りますが、道が細いため反対側に回り込みます。この右から先ほどの道が県道295号に合流します。県道を北に外れ、東海自然歩道とも一旦分かれます。高平の集落に入ります。本来の旧街道は古い地図を見るとこの左のようです。どうも一部私有地を通ってしまいそうなので反対側まで迂回します。はい、反対側までやってきました。本当に群馬が出そうな道です。車の映像に戻ります。芝の集落を走ります。現在の標高は約600メートル、結構登ってきました。再び東海自然歩道と合流します。右には平城遺跡があります。縄文時代中期から後期の遺跡だそうです。ここからは次の集落である石内まで標高差200メートルほどを東に下っていきます。浜松市の森林面積の約 60% は植林された人工林です。明治期には約300万本の植林が手植えで行われ、今日の基礎となりました。その整然とした美しさは天竜美林とも呼ばれ、日本三大人工林に数えられます。ここ倉野からは谷を避けるように一旦北上します。沢を渡り、ここからは南下していきます。この辺りには人の営みの痕跡がまだ残っています。おそらくは林業関係かと思われます。ここ天竜区の出生数は年間50人ほど、高齢化率は 50% 近くと、林業の担い手不足は由々しき問題です。私たちが納めている森林環境税は浜松市にも譲与され、森林の保全に利用されています。地図を見るとこの辺りから右にも道があり、おそらくそちらが本来の秋葉街道ではないかと思われます。しかし全く情報がなく、歩くのも不安であるため、このまま東海自然歩道に指定されているルートを走ります。まあ今走っている道が安全かと言われれば疑問です。先ほどから運転で右足を酷使しすぎてつりそうなのですが、操作を誤ったら最後崖の下に真っ逆さまなので何度か耐えています。石内の集落に入ります。前の集落である群馬からここ石内までは現在は県道295号が通じているため、今のルートを通らなくても来ることができます。石内からは東へと進みます。この先秋葉神社までこのまま東に向かい、一ノ瀬を経由するルートと一旦雲南まで南下するルートとに分かれます。現在は県道295号が校舎に近いルートを通っており、そちらの方が車で秋葉神社に行くには近道です。しかし徒歩で向かう場合、秋葉神社と直線的に結ぶのは前者であるため、今回はそちらに向かいます。
ここからは舗装されていない道を走ります。事前にルートを調べた際、この道は Google マップにも載っておらず、車で通れるとは思っていませんでした。なので歩くつもりで次の集落である一ノ瀬まで大回りで迂回してしまいました。やはり現地まで行ってみないとわからないことはあります。この峠は三枚坂峠と呼ばれるようです。舗装されている綺麗な林道を下っていきます。本来のルートはこの右となるため、ここからは歩きます。当然いつものように次の集落である一ノ瀬からここまで徒歩で登ってきています。東海自然歩道に指定されている道だけあって、崩落している箇所はしっかり補修されています。ただ余計な大回りをして時間をロスしてしまったため、日が傾いてきました。山の陰になるところはすでに暗くなり始めているため、先を急ぎます。民家の横を通ります。一日に何千人も往来したと言われる秋葉街道も今やポツンと一軒家の宝庫です。はしご坂と呼ばれる坂道を下っていきます。再び森に入り、つづら折りの道を下っていきます。ここ天竜の林業の歴史は古く、室町時代まで遡ります。天竜川をいかだで下った木材は江戸城などの築城に使われたと言われています。一ノ瀬の集落まで降りてきました。車の映像に戻ります。県道361号で白倉川に沿って下っていきます。この川の上流には紅葉の名所である白倉峡があります。この辺りはかつては立山村、その前は立川村であったエリアです。落合橋で左岸に渡ります。犀川の集落に入っていきます。ここからは右にある立山橋で天竜川を渡ります。本来のルートは渡し船で天竜川を渡っていました。上流にあるのは秋葉ダムです。もともとは水力発電のためのダムですが、今では工業や農業分野でも重要な水源です。特に工業分野ではホンダやスズキ、ヤマハといった静岡を代表する大企業に水を供給しています。ダムの湖畔には約1000本の桜が植えられており、お花見の名所でもあります。車に戻り天竜川の左岸を走ります。ここからは階段となるため、また歩きとなります。ここに来てこの階段は非常にきついです。歩いたことよりも車のアクセル操作で右足がパンパンです。県道285号に出ました。県道は走らずに秋葉街道最後の集落である戸倉へと向かいます。
向かって山道を登っていきます。秋葉神社の標高が866メートルのため、秋葉ダムとの標高差は700メートルを超えます。ここで標高はまだ200メートルほどです。幅ギリギリでガードレールのない道が続くため、最後の最後まで気が抜けません。戸倉の集落を走ります。現在、東海自然歩道の入り口はこちらに移動しているようです。本来のルートはこの左のようです。これを今から登るのはさすがに厳しそうなので、反対側の林道に迂回します。天竜スーパー林道のこの辺りから登ってくるはずです。この先も東海自然歩道は林道に沿って秋葉神社まで続くのですが、このまま車で進みます。いやー、今回も大変な旅路でした。大野から秋葉神社まで直線距離で25キロもありませんが、迂回しなければならないところが多く、その倍は走っています。落ちたら死ぬしかないような細い道も多く、アップダウンも激しかったため非常に疲れました。さらに徒歩区間の情報が少なく、道を探しながら歩いていたら大幅に時間を取られてしまいました。省略した区間もありますが、なんとか日の出てるうちに到着できそうです。秋葉神社上社の駐車場に到着しました。秋葉山本宮秋葉神社は全国にある秋葉神社の総本宮とされています。日の神父の狼を祀り、火災が脅威であった江戸時代には秋葉大権現と呼ばれ、火伏せに霊験新たかであるとして絶大な信仰を集めました。今でもその信仰は厚く、特に三河地方の旧街道を走ると多数の秋葉式城宿を見ることができます。各いう我が家でも毎年年末になると近所の秋葉神社からお札を購入し、キッチンに祀っています。江戸時代におかげ参りが一大ブームとなると、日々多くの人が東海道で伊勢神宮を目指しました。当時の庶民には厳しい移動制限がありましたが、おかげ参りが目的であれば女性でも子供でも例外的に許可されました。通行手形さえ発行されればどのルートを通ろうが自由であったため、せっかくならと別の場所に足を伸ばす旅人も多くいました。特に道中、宝来寺と秋葉神社に参拝することは両参りと呼ばれ、比較的一般的でした。ただしそのルートは今日走ったように険しい山々が連なり、決して楽なものではありませんでした。街道沿いには参拝者を受け入れる宿場町が発展し、最盛期には1000人以上の人が往来したと言われています。しかし隆盛を極めた秋葉街道も時代の流れとともに徐々に使われなくなり、今ではかつてのにぎわいは嘘のように静かです。今日も無事ゴールすることができ、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。